5000万円を 3% で回せば150万だからなんとかなるよねとかで5000万円でセミリタイアしちゃう人いるんですけど、間違いなくひどいことになります。自分は普通の大学生ですが、8歳上に医者の兄がいます。将来兄に女医さんを紹介してもらい結婚してもようしようと思ってるんですが、どうでしょうか。経済的に安定するし、意外と独身の方が多いので、ありかなと思って質問しました。えっと、女医がその医者の弟と結婚すると、なぜ思い込めてるのかわかんないんですよね。えっと、女医さんの結婚できない率結構高いんですよ。で、なぜかというと、目が肥えている。で、テレビ業界の女性とかも結婚してない率結構高いんですよ。あと、政治家秘書の人とかも結婚してない率高いんですよ。なぜならみんな目が肥えている。要は自分がそれなりに収入がある。要は大学の同期がみんな医者なんですよ。なので、大学の同期がみんな頭がいいし、みんな年収1000万円以上なんですよ。なので、人間というのは年収1000万円以上が当たり前で、頭もいいのが当然だと思ってるんですよ。で、別に嫌なやつと結婚する必要ないんですよ。自分で稼げるから。だからそうすると、金も必要ないと。で、そうするとじゃあイケメンがいいのかなで、なんかホスト遊びとかしてても、何の問題もないんですよ。そうすると、なんかホストとかってすごい尽くしてくれるじゃないですか。で、別にホストに30万払っても何の問題もないので、で、気がついたら結構年いってるみたいになったりするので、でも、一度目が肥えた人は、なかなかそれは治らないんですよ。っていうのもあって、なので、自分がよほど価値が高くないと結婚まで持っていけないんですよね。要はこの人と結婚したいって思うってことは、他の選択肢とかを捨てるってことなんですよ。ホスト遊びもしないとか、若い子と遊ぶとかもしないと。で、コメントに紐はってあるんですけど、紐は結婚しません。要は頭がいいし合理的な人が多いので、変な遺伝子入れたくねえよなみたいなのもあったりするんですよ。なので、結婚するんだったらイケメンがいいよね。そうすると、イケメンと自分の遺伝子で、頭が良くて、なんかそれなりに賢いのになるんじゃねみたいになったりするので、顔認証があるんだったらありかもしれないですけど、単に兄が医者っていうだけだと、別にイケメンではないと思うんですよね。なので、なかなか厳しいんじゃないかなと思いますけど。現在高校2年生で国を作りたいです。もちろん権力も金も土地もないです。もしできるとしたらメタバースで国を作ることと考えたのですが、ひろゆきさん実現するにはどうしますか。公海上に土地を作ると、その土地の、所有権を主張することで、国にすることが可能であるっていうのが、一応シーランド公国っていうのが、ノルウェーかなんか、ノルウェーとイギリスの間だっけなんかそこら辺にあるんですけど、もともと油田を掘るためのプラットフォームだったところを買い取った人がいて、ここはシーランド公国であるって名乗っていて、で、一応国連で認めてる国はないんですけど、一応その国として、なんか白衣、その爵衣とか売ってるらしいんですよね。シーランド公国の公爵の爵衣が、なんか100万円みたいな。あと、ローズ共和国っていう映画がネットフリックスで見れると思うんですけど、あの、昔は、何マイルだったかな今が200マイルぐらい、海で離れて、領海、要は日本の200マイル以内は日本海、日本の領土ってなる、領海ってなるんですけど、その1970年代はなんか50マイルぐらいだったんですよ。で、そのイタリアから地中海の方を50マイルぐらい行ったところに、コンクリートで、駅のプラットフォームみたいなの作って、ここはローズ共和国であるって言い出して、クラブみたいにして、薬とか麻薬とかやりたい放題にして、観光地としてボロ儲けをしたっていう人がいるんですよね。要は、イタリアじゃないから、イタリアの法律は適用しませんと。なので、麻薬とかやったとしても、イタリア警察逮捕できないんですよ。っていう国があったっていうのの、なんかドキュメンタリーじゃないんですけど、そこのリメイクみたいなのが、ローズ共和国って映画があるので、もし興味があったら見てください。あとはムツゴロウ王国とか、山岸の会とか、要は国のようなものというのを日本国内に作った人っていうのはちょこちょこいるので、なので、国というのは何を指すのか。で、新しい国を作ることで、自分はどういうことをしたいのかっていうので、別に自分のルールの中で人が従うっていうのにしたいのであれば、山岸会とか、あと、オウム真理教とかでも別に作れるので、なので、そのオウム真理教が、
日本の刑法に触れることをやったので、潰さなきゃいけないってなったんですけど、刑法に触れることをやってなければ、別に変わった宗教だよねっていうことで、特に問題はなかったんですよ。なので、自分のやりたいことが宗教の範囲内でできるのであれば、別に宗教団体でもいいんじゃないかなと思いますけども。29歳男、2歳の子供がいます。頭のいい人に育ってほしいと思いますが、心がけた方がいいことはありますか？その、頭がいいとは何ぞや問題っていうのがあって、記憶力とかは、あんまり育たないっぽいんですよね。なんか一応訓練で多少は伸びるらしいんですけど、やっぱり提督的に持ってる記憶力はそんなに広がらないらしいんですよね。で、記憶法とか、その記憶するために、ある程度工夫をすることで覚えられる量は多少は増えるんですけど、写真記憶系の見たものは全部覚えてますみたいな、たまにめちゃくちゃ記憶力ある人で、教科書とか、一回見ると大体内容全部覚えてますみたいな人とかっているんですけど、ああいうのにはなれません。なので、その記憶力を増やすとか、あと計算能力を高くするとかも基本上がんないんですよね。まあ、算数できない小学生が掛け算分かるようになりましたっていうレベルはいけるんですけど、その、数学科に行くような、なんか 135×127 みたいなのを頭の中で暗算で解けるみたいなタイプの計算能力って、一生懸命訓練して伸びたレベルと、最初からそれを持ってるレベルって全然違うんですよね。なので、できる範囲でいくと、わからないことがあったらすぐに調べるっていう癖をつけるっていうのは割とありなんじゃないかなと思っていて、あの、僕人と飯食ってる時でも結構スマホ持ちっぱなしなんですけど、で、わからない話とか、それそうなのみたいなのあると結構ググるんですよ。で、その話の中とかで、割とググって、ああ、そういうなんだ、知識こうなんだとか、あ、これ別になんかみんな思ってるのと違ったんだ、みたいなのがあったりして、割と会話の中で出た話とかでも、事実なのかどうかっていうのを確認するとか、分かんないことを調べるっていう癖があるので、なので他の人よりは割となんか会話の中で、分からないことが出る割合が少ないんですよね。要は普通の人だと会話の中で分からないことがあった時に、まあ、今度調べようって言って大抵忘れちゃうんですよ。で、調べないままで分からないものが放置されることが多いんですけど、僕割とそういうのをちょこちょこ調べちゃうので、で結果として一般の人よりは、そういうなんか、ものが分かってる割合が高いのではないかなと、自画自賛してみました。20代は金をインデックスファンドに突っ込んで、セミファイヤー、セミリタイヤですね、を目指すのか、自分の投資に使うか、どちらが良いですか？23歳派遣で月40万稼いでいて、海外旅行に年100万使うだけで他に使うものがありません。給料には満足してますが、仕事にやりがいはなく単調労働、フリーター扱いなので、正社員の女性と付き合えないのも辛いです。ただ、正社員になって給料が下がり、責任感が増えるのも嫌です。どうしたら良いですか？えっと、その、定期雇用で、たった月40万で、セミファイヤーは無理だと思います。どっかでお金が足りなくなって厳しくなるので、なので、少なくとも億は貯めないと無理なので、要はセミリタイヤ的なセミファイヤー的な人が、俺月12万円ぐらいで暮らせるから、年間150万円ぐらいあればなんとかなるよね、みたいなところで、なんか5000万円ぐらいをなんか2%で回せば、250万円じゃねえな。100万円か。だから、2%無理か。3%、5000万円を3%で回せば、150万だからなんとかなるよねとかで、5000万円でセミリタイヤしちゃう人いるんですけど、間違いなくひどいことになります。で、3%を毎年毎年ちゃんと出せるのかっていうと、結構難しいんですよ。で、じゃあ、150万円で人は本当に暮らせるのかっていうと、結構暮らせないんですよ。まあ、例えば、たまたま出会って、うまくいっちゃって、で、子供を産むことになりました。家族で生活することになりました。そうすると、3人分食わせなきゃいけなくて、で、子供もなんかいい学校入れた方がいいよねってなると、まあなんか大学にいい大学入れて、なんか一人暮らしとかさせようとすると、やっぱり1000万円ぐらい必要になるよねみたいになっちゃってるので、もう年間150万円じゃ絶対に成り立たないんですよ。で、それを気づいた時に40代後半でしたってなると、就職してもいきなりコンビニのなんか店員とかレジ係ぐらいしかできなくなっちゃうと思うんですよね。なので、なんか億貯めたんだったらまだなんとかなるかもしれないですけど、数千万円で一人暮らしセミリタイヤっていうのはあんまり幸せにはならないんじゃないかなと思います。